日本人は気づかないことが多いと思うんで、例えば他の人気づかない？スティーブだけ？必ず日本の車にある、間違いなくアメリカの車にないもの。今何言ってるのこのバカな外人さんが。内輪がありますよね。うるさい奥さんに負けないぐらいうるさいっていう車はね、このマットの下にさらにマットがある。あれがないよ。もうこうなっても取らない人が多いですよね。ディーラー出る前からもうドライブレコーダーはもう今の車の定番ですよ。日本大好きなんで、これスティーブ適してんですから許してね。どうもスティーブ適してんのスティーブです。今、これエスティマ車エスティマの、後ろに乗ってます。毎回日本に来るときに、いつも言うんですけど、外国人だからこそかな、スティーブだからこそかな、やっぱり普段は目に入ってこない、耳に入ってこないことが、日本人は気づかないことが多いと思うんで、日本に住んでる限りはね。でも自分が気づくこといっぱいあるので、一つの車の中でもどんだけアメリカとの違いがあるのか、一つの車の中でも同じ車両の中でもどんだけアメリカと日本の車が違うのかっていうのはちょっと、簡単に説明させていただきたいなと思います。まずは日本の車にいろんなアクセサリーがあるんですよね。でアメリカの車にないのは、例えば間違いなくティッシュが日本の車にあることは間違いないですよね。アメリカにはないですよ。あってもこういうホールダーみたいなのはないですよね。でも日本の車、どの車に行ってもありますよね。もう一つ、日本人の車にはこういうクッションがよくあるんですよね。シートカバーというか、こういうクッションというか、カバーというんですかね。スヌーピーとかピーナッツとか、あとミッキーとかがすごく多いですよね。ボディドクターのこういうクッションはアメリカにはありません。何よりも聞いてください。レーダー、ナビ、マーケはわかんない。もういろんな声が入ってくるの。なんでこんなに日本の車がうるさいって。うるさい、面白い意味ではうるさいんだけど、喋りっぱなし。ほら、必ずナビだと分かってるんだけど、ナビもそうだしレーダーもそうだし、もうなんかワープゾーンにいるようななんか感じになっちゃうんだよね。もうすごいですよね。この車はまだマシな方かもしれないんですよね。シートカバー、クッション、こういうのと、またね、アメリカの車にないのはこういうですよね。リモコン用のこういうホールダーとか、リモコン自体があんまりないんだよね。こういうのもあると、多分こういうモニターとかがあったり、リモコンはないわけじゃないかもしれないけど、ホールダーまでは用意している人が少ないなと思います。あと日本じゃないとこういうのはないですね。これはもう日本の乗るために車に内輪っていうんですか、内輪がありますよね。かわいいね。これはアメリカにないですよ。これはまた日本って感じですよね。こういうのはね、アメリカの車にはないです。ほら、喋りっぱなしの日本車ですね。あとアメリカにあるんだけど、またちょっと違うんですよね。こういうのはね、こういう透明な、こういうなんていうの、フロアマットっていうんですか、こういうタイプがいいんですよね。汚れが取れないから。でも例えばこの車も他の日本の車もそうなんだけど、このマットの下にさらにマットがある。すごいな。汚すことにはね、みんなちゃんと気をつけてるということなのかな。綺麗に乗りましょうということなんでしょうね。あとどうぞ先に。はい、左方向でございますね。ドライブレコーダーはもう今の車の定番ですよね。アメリカにも最近増えてきているんですが、ドライブレコーダーが日本の車は最近ね、どの車にでもあるんですよね。それともう一つ、ミラーの方。こんな派手な大きなミラーなんかはないですね、アメリカではね。もう普通のミラーがあって、その上にまたこういうさらに広く見れるようなものと、その下にまたミラーがあることは日本だよね。これはアメリカにも車用のアクセサリー、車用品がいっぱいある。もちろんあるんだけれども、
その違いもありますよね。よくほら匂いを出すなんとかリトルツリーとかってよくあるんですよね。それはもうアメリカらしい、ものなんだけど、それ以外はこんなアクセサリーはないですね。例えばこれは何？匂いをこうまたね、するためのこういうのはないですね、アメリカはあんまり。もう一つ、日本人じゃないとこれ絶対やらないんだけど、これ新車の時からこういうのは剥がさないで破れてももうこうなっても取らない人が多いですよね。これはアメリカないです。これ多分買う前からディーラー出る前からもう全部捨てちゃうんですよね。でも日本の車によくプラスチックのままで、こういうところでもプラスチックが貼ったままでの車が多いですね。さらに日本的なアクセサリーが出たかな。こういうの、これは何ですか？灰皿ですか？灰皿は日本だから灰皿とかもあるんだよね。アメリカの車に今灰皿なんかはない。ライターとかもないですよね。あってもこういうアクセサリーまでは用意してないんだよね。すごい。いや、同じ車なのに、こんなに中に違いがあることがあるんですね。びっくりしますよね。これ楽しいですね、こういうのは見ると。他の人気づかない？スティーブだけ？まあ日本人にとって当たり前なところ、もう当たり前だから考えずに毎日見てるからあまり気づかないことが多いと思うんですが、外国人から見るとこれ面白いよね。スティーブから見ると面白いかな。他の外国人は何言ってるの？このバカな外人さんが面白くねえよって、もうちょっと日本の大事なところとか観光スポットのことをね取り上げてくれって言われることはあるかもしれないんだけど、これスティーブ的視点ですから許してね。あとこれもね、こういうのも、こういうアクセサリーもおよそ3キロ先斜め左方向です。うるさい奥さんに負けないぐらいうるさい日本の車はね。奥さんよりうるさいってなるとそんなことなの？すごいやな。カメラ切った時点でまたほらシューニノちゃんの携帯だったんだな今はね。このはい分かったよもう。ジョークだよ、アメリカンジョーク。別に文句言ってないよ。日本のこと嫌いじゃないよ。わがままの外人じゃない。まあちょっとわがままだな。でも楽しいこういうのはな。でも日本人はこれよくつけますよね。これなんて言うんですか？ニノ。それ何カバーっていうのかな。これ何？雨とか入ってこなくてて空気はちゃんと出たり入ったりってそういう感じですよね。でもアフターでつけるわけでしょ？今ね結構純正でついてるの多いです。純正でついてくるのか、はい、多いです。こういうのも別にアメリカにないわけじゃないけど、アクセサリーではつける人もいるんだけど、自分でアフターでつけて両面テープでつけてらしたりすぐ剥がれちゃったりするんで、あんまりアメリカ人はねあんまり使わないんだよね、そういうのは。もう一つ、こういうカバー、このハンドルカバーっていうんですか、はい、多くつけてる、ね、方がいますね、日本はね。アメリカはないよ、ないな。あと手袋、ドライビンググラブかける人もいるんだよね、日本はね。アメリカはないよ。本格的にレースしている人じゃない限りはないよね。日本のタクシー運転手は真っ白の手袋をねしてこう運転しているでしょ。考えられないよ、アメリカでは。いや、アメリカのタクシー運転手は白いグラブまずしない、間違いなくしない。面白い。ほら、わかりました、注意しますので大丈夫でございますよ。警察がいるとびっくりしたんだよ、初めて聞いたらね。たまにクワイエットタイムが欲しいんですよね。何にももう静かに運転したエンジンの音聞きたい、ラジオのいい音楽、演歌聞きたいよね。必ず日本の車にある、間違いなくアメリカの車にないもの、これ一つですね、ゴミ箱ですね。こういうのはアメリカの車にもう誰も置いてないですね。まあゴミをもちろんそのままちゃんと捨てる人がいるんだけど、そのまま車の中で捨てる人もいるんだろうと思うので、ゴミ箱まで用意する人はいないな、アメリカではね。これはまた日本的なもう一つの用品ですね。ないですね、アメリカの車に。
面白いでしょ。この1台のたった1台の車の中でこんなに違いがあるね。他もう車から出なくてももうスティーブ的してもワンエピソード作れるもんな。日本のゴミ箱です。すごいすごい。さらに発見またしそうだよな。毎回撮影終わったかと思った時点でまた出てくるからサムズアップ。またね、日本大好きなんで今日は帰国するんだけど、いつも帰国するんだけど、最後の日で今日帰国しますって毎回はいつも言ってるんだけどよろしくお願いします。それまではサムズアップとインスタとツイッターとそれぞれのフォローとチャンネル登録もよろしくね。では。